おはようございます。めぐりかみたいちです。今日の料理はピジョンロティソースサラミガルニチュールはバターナッツです。内臓を使ってソースをリエし、キュイスはきっちりと火を入れ、胸は完璧なキュイストンで仕上げていきます。動画の中で下処理からきっちりと説明していきますので、一緒に作っていきましょう。これから鳩をさばいていく工程の中で内臓が見えたりしますので、もし見たくない人は飛ばしてもらって構わないです。今回使っているピジョンですけども、エトゥフェ、窒息させている鳩を使っていますので、体内にいっぱい血が残っています。続いて首の前の方の皮を持って背中の方から首の皮を切ります。その後頭を落として、続いてももの方を落としていきます。この時ですけども、胸が覆うぐらいきっちりと胸に皮を残してももを外していきます。またこの出卒の仕方ですけども、他に動画がありますので、そちらも参考にしてみてください。このようにきっちりと外していきます。続いて首吊るの方を落とします。これまた後で銃で使いますので置いておいてください。ここからはですね、ハサミを使って馬頭という形、コフという形ですねにしていきます。背中の方からハサミで脇腹の方を切って、内臓と背中の部分の骨を外します。この馬頭にする利点は、火を入れた時に縮みが少なくジューシーに仕上がるからです。このように切り終わったら、背骨のところ、背中の方を引っ張って内臓も剥がしていきます。今取れたのは心臓になります。最後、皮の部分は包丁で切って、首吊るのところについている餌の入っている袋もきれいに取り除きます。この中によく食べ物、餌になっているものが入ってますので、きれいに取り除いてください。このように包丁を使ってこすって取ります。ピジョンの皮は結構分厚いので破れにくいです。ですので、ある程度強めに削っても構わないです。今回は部位骨はつけたままにしておきます。部位骨を取ってしまうとフィレに傷がついて、そこから血が漏れたりしますので、今回はつけたままでロティしていきます。続いて心臓と肝は後でソースをリエする時に使いますので、取り除いて置いておきます。あと残り肺、ジェジェ、砂肝ですね。あと内臓の部分は、腸の部分はきれいに取り除きます。あと最後、尻尾の部分も取り除きます。これで一旦下処理が終わりました。このようにきれいなコフ、あとはキュイスもきれいに出ぞせされています。あと心臓と肝は先ほども言ったように、包丁で丁寧にピューレ状になるまでアッシェにしてソースのリエに使います。背中と首吊るは今からハサミを使ってコンカッセにして銃を取っていきます。今回ハサミを使ってますけども、もちろん包丁で、細かく切ってもらっても構いません。このように肺はきれいに取り除いて、ここ背中の肝の部分ですね、これは茶色い銃を取るときは美味しい出汁になりますので、つけたままにしてそのまま銃を取っていきます。逆に白いブイヨンとか取るときはその部分は外しています。続いて心臓の下処理をしていきます。この上の方ですね、結構油とか管が残ってますので取り除いて、あとはみじん切りしやすいように半分に切って、よく切れる包丁を使って丁寧にアッシェにしていきます。肝もですね、よく見て硬い筋がないか確認してからみじん切りにしていきます。基本的に鳩の肝ですけども、ニガ玉ですねっていう緑色の部分はないので、そのまま使ってもらったら構いません。他にカモとか鳥を使うときは気をつけないと、ニガ玉ですね、緑色の部分がありますので、それはきれいに取り除いてください。このようによく切れる包丁を使って、まずゆっくりとスライスして、その後方向を変えてもう一回細かく切ります。その後は足ですね、包丁で叩いていきます。今回ちょっと早送りと編集で短くしてますけども、だいたい10分ぐらい
このようにずっと繰り返して包丁を使って叩いています。これで全ての下準備ができたので、ここからはキュイッソンをしていきます。キュイッソン、火を入れると同時にそのまま銃も作っていきます。今回ももと胸別々にしてます。ももの方は基本的にビアンキュですね、コンフィ状になるようにまずももの方から焼いていきます。きっちり厚染めしたら、内側ですね、まず内側の方から軽く焼いていきます。これ最初から皮の方を焼いてしまうと反り返ってしまって皮目がきれいに焼けません。これピジョンだけじゃなく普通の鶏も一緒です。ですのでまず内側の部分、色はつけなくていいのでほんのり火を入れて平らにしてからひっくり返して皮目をきっちり焼いていきます。続いて汗染めしたピジョンの胸ですね、一番首に近い部分からまず焼いていきます。基本的に皮の部分を全面きれいに焼いていきますので、まず一番分厚い部分から焼いていきます。内側にはしっかりと塩してやります。このように色がついたらまず、左側ですね、もちろん右でも構いませんけども、今回左側から脇の部分を焼き固めていきます。今回このように鍋一つできっちり火を入れていくやり方ですね。ももの火入れ、胸の火入れ、あとこのまま最後銃も一緒に取っていきます。この時ですけれども、決して強火にせずゆっくり中火より少し弱いめでゆっくりと火を入れながら火をコントロールして肉に火を入れていきます。最後にこの一番真ん中の部分を焼き固めていきます。このように胸とキュイス一緒に焼くことによって旨味が鍋の中に残って最後銃を取るときに美味しく作れます。もちろんオーブンに入れてもいいんですけども、まずは表面をきっちり焼き固めて、その後骨も一緒に焼いたところでオーブンに入れたいと思います。ある程度最初オリーブオイルを入れてますけども、肉からも油が出てきます。その油をこの内側ですね、内側にかけて香りと熱を伝えてじんわりと火を入れていきます。このように表の部分火が入ったらひっくり返してじんわりと内側からも火を入れていきます。このようにももの部分ですね、キュイス、今見てもらったら分かるようにひっくり返してもあまり色がつきすぎていません。きっちりと火加減をコントロールしながら火を入れていきます。これで 5,6 分経ちましたので一旦胸の部分引き上げます。この状態まで来るのにまだ1回もオーブンに入れていません。これで少し休ませて、その間に先ほど細かく切った骨の部分ですね、首づる、背中の部分を焼いて、このまま一緒にソースも仕上げていきます。この時重要なポイントは鍋のサイズを選んでください。きっちりこの3話入る分のサイズを使っています。あまり余白ができすぎても焦げてしまいますし、重なりすぎても水が出て、蒸し煮みたいになってしまいます。ですのでサイズを考えて道具を選んでください。このように一つの鍋で仕上げるのというのは結構レストランでするのは難しいと思います。やはりこのアラミニュットですね、でソースとキュイスを一緒に仕上げていくのは結構大変だと思います。ですけども、このように丁寧に作ることによってより美味しい一皿に、生まれ変わると思います。このようにまだオーブンにも入れずきっちりと骨に色がついてきました。ここで先ほどの胸を戻して、ここからオーブンに少し入れたいと思います。このように一緒に骨も焼いていることによって香ばしい鳩のうまみ、香りが胸にも広がってより美味しく仕上がります。今回大きさにもよりますけども5分ぐらいですね、180度のオーブンで5分火を入れました。そしてももの方も引き上げます。ももの方は基本的にコンフィ状になっていますので、火が入っているのを確認して引き上げます。もちろんこの油ですけども、焦げている状態だと捨ててもらった方がいいですけども、このように美味しそうに仕上がっている場合は後で使うので置いておきます。
ここで骨もきっちり焼けているので、今回は赤ポルトと赤ワインを入れて、まずフランベアルコールを飛ばしていきます。この時ですけども、いつも言っているようにアルコールに火をつける必要はありません。火をつけてしまうと焦げた味が入ることがあるので、火をつけずにアルコール分をきっちりと飛ばします。アルコールがきっちり飛んだら、ここで10度ボライを入れます。この10度ボライですけども、他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。今回使っている10度ボライですけども、以前仕込んで冷凍して保存しておいたものを使っています。きっちり溶けてうまみが剥がれたら、少しサイズの小さい鍋に移し替えます。なぜかというと、骨がきっちり液体に浸るぐらいのサイズにしないとうまみが出ませんので、少し小さめの鍋に移して一緒にうまみを抽出していきたいと思います。このように全体が浸かる状態にして、ゆっくりガツガツ沸かさず未蒸ての状態でうまみを引き出していきます。今回この10を取る時ですけども、ガルニチュールアロマティックは入れていません。なぜかというと、きっちりと10度ボライを取った時に香味野菜の味が入っています。あとそれと余分な野菜の甘みを、今回の料理に必要ないと思ったので加えていません。今回ポルトで多少甘みを補って赤ワインの深み、あと最後にピューレ状にした心臓と肝でソースをリエしますので、ちょうどいいバランスだと思います。今回カットしてますけども、30分ぐらい、きっちりと煮込んだ状態でパッセしていきます。このような感じに非常に美味しそうなジューが出来上がりました。続いて休ましておいたピジョンの胸の部分を下ろしていきます。このように真ん中から包丁を入れて、V 骨があるので V 骨に沿って今度腕の方、肩の方に包丁を進めていきます。このように進めていって、包丁を中に入れて内側に少し倒して関節で切っていきます。このような感じにきれいに外れます。きれいなロゼに仕上がっています。やはりこの骨付きのまま火を入れることによって肉汁が出ていくことも少ないですし、肉の縮みも少ないです。ですのでジューシーで柔らかくしっとりと仕上がります。おろし終わった後、この脇の部分ですね、たまに骨とかついてますし、余分な油がついてますので切り落とします。今回のキュイソンですけども、バトー胸の部分ですねの状態とももに分けたことによってそれぞれのキュイソンが完璧に仕上がります。もし丸のままロティすると、どうしても胸のキュイソンに合わせるとももの方が火が入りきっていない状態になります。ですので一旦下ろしてからもう一回ももを焼き直さないといけません。そうなるとどうしてもより手間がかかってしまうという感じですね。今回のやり方だと一緒に背中の部分、首づるの部分も一緒に炒めて10が粗ミニットで取れます。そういう利点があると思います。もちろんこれは私個人の意見なので人それぞれ、やり方があると思いますので、いろいろな人のやり方を見て、一番いいなと思うやり方を選択してください。このようにフィレの状態になったら、先ほど置いておいたキュイソンの油をプラックに並べて、そこにピジョンを戻して温め直す時にまたよりうまみを加えたいと思います。この後ソースを仕上げる間、胸とももはオーブンに入れて温め直しておきます。もちろんまな板の上の肉汁も最後ソースのリエに使っていきます。それでは最後ソースを仕上げていきます。より美味しくするために先ほどの肉汁を入れて、準備しておいた心臓とレバーのペーストを入れてソースをリエしていきます。もちろん10の状態でも十分美味しいんですけども、このフォアと心臓を入れることによってより深みのあるソース酸味が出来上がります。このように美味しそうなソースが出来上がりました。それでは温めたお皿に盛り付けていきます。今回のガレンチュールは旬のバターナッツをローストして
エピスとパセリのコンカッセを和えたものになります。また作り方は動画で紹介します。ここに、フィレの状態のハートを置いてももも置きます。私個人的には塊のままあとは提供した方が好きです。切ってしまうと美味しい肉汁も出てしまいますし、食べた感がちょっと足りないので、私個人的には塊のままフィレのまま出します。最後ソース上からナッペしてたっぷりとソースをかけて完成になります。このようにちょうどいい感じに、肝と心臓でソースが離映されています。今回この料理に合わすワインは2021年のピクサンルーの赤を用意しました。このピクサンルーですけども、ラングドックの最北のエリアで標高が高くて気温も低いところで栽培されています。結構力強い感じのラングドックの中では珍しくしっとりとした感じで酸が強くきめ細やかな質感が魅力のワインの一つになります。また質問などがあれば気軽にコメントに書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。ボナペティー。